皆さんこんばんは。 THASMR です。ささやき朗読。今回は豊島よしおさん作の童話エミリアンの旅第4話をお届けします。このお話は流浪の民で両親と死に別れ天涯孤独となった少年エミリアンがヨーロッパをのんきに旅をしながらさまざまな問題を解決していく楽しいお話です。これまでフランスからイタリアへやってきたエミリアン。今回は悪魔を連れて逃げる話。ワクワクしますね。本編の前に少しだけ言葉の補足をしたいと思います。今回作中に商人という言葉がよく出てきますが、こちらは商売人の商人ではなく、漢字は上に人と書いて商人、知恵や徳の高い僧侶さんの継承で商人と言います。はい、僧侶さんも出てくるのかなそれでは読んでいきましょう。エミリアンの旅、豊島よしお。4、悪魔を連れて逃げる話。イタリアのある小さな港町に不思議な噂が立っていました。どこからやってきたのか、アフリカからでも海を越えてきたのか、悪魔が一つ現れて夜海岸の寂しいところなんかを歩いている人たちにいろんないたずらをしました。日が暮れるともう誰も海岸の方へ出て行くものがありませんでした。ところがある旅の坊さんが通り合わせてその悪魔をホラー穴の中に封じ込んでしまいました。悪魔はホラー穴の奥に潜んだきり姿を見せませんでした。町の人たちは安心しました。ばかりでなく、その坊さんにお祈りをしてもらえばどんな病気でも治るとのことです。ちょうどイタリアを旅していたエミリアンはその噂を聞いて、今時不思議なこともあるものだなと思い、そのお坊さんに会ってみたくなり、悪魔が封じ込まれたホラー穴を見たくなりました。そして別にどこと言って当てのある旅でもありませんので、その港町の方へやって行きました。地中海に臨んだ小さな町でした。悪魔をホラー穴に封じ込んだお坊さんのことを尋ねるとすぐにわかりました。ああ、ポリモス上人様かね。偉いお方だ。お祈りばかりしていらっしゃるからめったにお目にかかれないよ。どうだかまあ行ってみなさい。町を出外れたところに海に突き出た岩山があって、その裾に小さないおりが
ありました。ポリモス商人の住まいです。岩山の崖に寄せかけるようにして建てられた粗末ないおりで、表の戸は閉まっていて、海の方に小さな窓が一つ開いていて、中はひっそりとしています。エミリアンはしばらくためらってから開いている窓の方へ行ってバイオリンを弾き始めました。波の音に調子を合わせて美しい海の曲を弾きました。一曲弾き終わって窓の方を見ますと、そこに人が立っていました。50歳くらいな男で、赤い髪を長く伸ばし、ひげのない痩せた顔に、なんだか寂しそうな微笑みを浮かべています。エミリアンは変な気がしました。ポリモス商人というのは、頭がはげて白いひげを生やして肩太りに太った老人だろうと、そんなふうに想像していたのでした。ポリモス商人様にお目にかかりたいんですが。とエミリアンは言いました。ポリモスというのは私だが、お前さんはエミリアンというものです。エミリアン、旅をして歩いているんです。おお、なるほど。エミリアンの身の上がもうすっかり分かったかのように、その人は晴れやかな微笑を浮かべました。そして表の戸を開いてエミリアンを中に通しました。いおりの中はさっぱりと片付いていました。真ん中に木のテーブルがあって、椅子が4つ並んでいました。片隅にベッドがありました。一方の棚にはマリアの像が祀ってあって、いろんなものが備えてありました。ポリモス商人はエミリアンに向かい合って椅子に腰をかけて嬉しそうにその顔を眺めました。そしてお前さんはわざわざ私に会いに来たんだね。そうです。それから悪魔が封じ込められてるホラー穴も見たいんです。ああ、その悪魔のことだがね。言いかけてポリモス商人はしばらく何やら考え込みました。お前さんはほぼ旅して歩いているから、ずいぶん面白いことにでもあっただろうね。そして知恵も多そうだね。エミリアンは何と答えていいかわからないで黙っていました。ところで私が一つ面白い話を聞かせてあげよう。秘密
話だよ。それからお前さんも少し知恵を絞って私がここから逃げ出せるような方法を一緒に考えてくれないかね。エミリアンはびっくりして目を見張りました。実は私は一人でどうしたらいいか全く困ってたところだ。そしてポリモス商人はその面白い秘密な話というのを話して聞かせました。それはポリモス商人というのは実は偉いお坊さんではなくただの旅の人です。いろんなことをし尽くした後で世の中がつまらなくなって旅に出て何か珍しいもの、不思議なもの、びっくりするようなものを探し回っていました。だがそんなものはどこにもなく旅もつまらなくなってきました。ところがふとイタリアで小さな港町の悪魔の噂を聞いて面白半分にやってきてみました。町の宿屋で訪ねてみますと実際いろいろなことが起こっていました。暗いところを通っていると不意に帽子を跳ね飛ばされた。何者からとも知れず鋭い爪で顔を引っかかれた。岩の上に真っ黒いものが立っていた。空を覆うような大きな黒いものがスーッと飛んでいった。何かに食い荒らされたらしい血みどろなネズミの胴体が方々に散らばっていた。夜中に犬がやたらに吠えかけ回った。その他いろいろ変なことが次から次に起こってどうしても悪魔がやってきたとしか思われませんでした。本当に悪魔だったら面白いんだが、ポリモスはそうつぶやいて不思議なことが起こるという寂しい海岸の方へ夜中に一人でやっていきました。悪魔というものはいろんな不思議な術を知っています。それを教わったら素敵なことになります。ただ悪魔はその術を教える代わりに人の魂を欲しがります。それでも構うものかとポリモスは考えました。どうせもう世の中がつまらないんだ。悪魔に魂を売り渡してその代わりに不思議な術を教わろう。月のない暗い夜でした。波の音がザーザーっと響いています。遠くにもやった船の明かりがぽつりと光っています。その暗い寂しい中をポリモスは悪魔を求めてあちらこちら歩き回りました。疲れてくると岩角に腰を下ろして休みました。けれどいくら歩いてもいくら待っても悪魔は出てきませんでした。
暗い夜と寒い夜風と波の音ばかりです。ポリモスは当てが外れてがっかりしました。海に突き出た岩山の崖に大きな洞穴がありましたので、その中に入ってかがみ込んでいると、ついうとうと眠りをしました。そしてポリモスがなんだか変な気持ちで、夢ともうつつともなくぼんやり目を開けた時のことです。ぼーっと白んだ薄闇の中に大きな大きな真っ黒いものがスーッと飛んで、洞穴の天井とすれすれに奥の方へ消えていきました。ぞっと寒気がして、ポリモスは本当に目を覚ましました。海の上から陸地へかけてほんのりと夜が明けかかっていました。ポリモスは辺りを見回しましたが、さっきの大きな黒いものはどこにも見えません。洞穴の奥は狭く深く真っ黒でわかりません。悪魔だったかしら。そうかもしれない。そうつぶやいてから、ポリモスは本当に決心しました。洞穴の入り口に突っ立って大きな声で言いました。悪魔よ、悪魔よ、俺の魂をあげるから不思議な術を教えてくれ。洞穴の中はシーンとしています。ポリモスはもう一度繰り返しましたが、何のこともありません。ポリモスは三度繰り返しました。悪魔よ、悪魔よ、俺の魂をあげるから不思議な術を教えてくれ。けれど何の返事もなく、何にも出てきません。いくら待ってもダメでした。もう夜が明けて、東の空には赤い雲がたなびいています。ポリモスは腹が立ってきました。もしあれが悪魔だったとしたら、大好きな魂をやるというのに出てこないとは、よほど卑怯な悪魔に違いない。もし悪魔でなかったとしたら、どちらにしてもこの洞穴の中に入っていったことは確かだ。昼間はここに潜んでいるのだ。一つ捕まえてやろポリモスはそこで朝日の光が差すまで見張っていて、それから町へ行って金網をたくさん買い込み、大きな釘や金槌まで買ってきて、洞穴の口をすっかり金網で塞いでしまいました。ポリモスが岩山の洞穴を金網で塞いで、そこに番をしているのを見て、町の人たちは不思議に思いました。
何をしているのかと尋ねました。悪魔を閉じ込めたのです。とポリモスは冗談に答えました。町の人たちはおかしく思いました。悪魔は金網を通り抜けることができないのかと尋ねました。お祈りをして悪魔の術を効かなくしたのです。とポリモスは笑いながら答えました。町の人たちはびっくりしました。ところが実際ポリモスの言った通りでした。その夜は海岸の寂しいところにも何の怪しいことも起こりませんでした。次の夜もその次の夜もそうでした。午後から夜にかけてホラー穴のところに番をしてるポリモスはポリモス上人様となりました。ポリモス上人様がお祈りの力で悪魔をホラー穴の中に封じ込んでおしまいなすったと大変な評判になりました。片手の利かない病人がポリモス上人様のところへやってきました。そしてお祈りをしてもらってほどなく治りますと言われて家に帰ってきますと今までしびれていた手が自由に動くようになりました。そうなっていきますと町の人たちは騒ぎ出しました。あんなありがたい上人様を町の宿屋なんかに置いとくのはもったいない。第一、もし上人様がよそへ行ってしまわれたら悪魔がまたホラー穴から飛び出してどんな害をするかわからない。上人様を逃がしてはいけない。そこで町の人たちはホラー穴のそばに大急ぎでいおりを一つこさえてそこにポリモス上人を群れに住まわせました。いろんなごちそうを運んできました。お金を持ってくる人もありました。そして始終誰かやってきていろいろ用を足してくれました。病人までも時々やってきてお祈りをしてもらいました。中には本当に信じているせいか病気が治るものもありました。それがなお評判になりました。困ったのはポリモスです。冗談に言ったのが本当となって悪魔は彼の祈りのためにホラー穴に封じ込まれたことになり彼は偉い上人様になってしまいました。それは良いけれどホラー穴の中にいるのが果たして悪魔かどうかもわかりません。町の人たちが持ってきてくれる魚などをそっと金網の中に差し入れておくといつしか食い荒らされているので何かが中にいることは確かですが
それがなんだかわかりません。それよりもなお困るのは、いおりの中の窮屈な生活です。上人様らしい振る舞いをしなければなりませんし、時々は病人にお祈りもしてやらなければなりません。人が大勢来るので、めったに外へも出られません。ポリモスはできるだけいおりの中に閉じこもって、なるべく人にも会わないようにしました。そしてどうしたらそこから逃げ出せるかと、そんなことばかり考えていました。そこへエミリアンがやってきたのです。どうかして逃げ出せる工夫はあるまいかね。ポリモスは頼むようにしてエミリアンへそう言いました。ポリモスの話を聞いてエミリアンは面白そうに笑いました。そして言いました。逃げ出すことなんかわけはありません。私に任せてください。その代わり、ホラー穴の中にいるものを悪魔でも何でも私にくださいますか？あげるとも、そんなものに用はないんだ。もうコリコリした。そこでエミリアンは早速町の方へ行って、大きな鳥かごとそれを包む黒い布切れとつげの青葉をたくさん買い込んできました。その夜遅くなってからのことです。もう町の方も皆寝静まって、あたりがシーンとしている頃、エミリアンは起き上がってホラー穴の口の金網を少しめくり、中へ入っていきました。そしてつげの青葉を積み重ね、火をつけて穴の中をいぶし始めました。つげの青葉は悪魔が嫌がるので、用心のためにそれを使ったのでした。ホラー穴の中はぼーっと明るくなって、それから煙でいっぱいになってきました。今にきっと悪魔か何かがくしゃみをしながら出てくるに違いないとエミリアンは待ち構えました。ところが何にも出てきません。そしてエミリアンの方がくしゃみを始めました。煙に巻かれて煙たくてむせっぽくて、とてもたまらなくなりました。エミリアンは外に逃げ出しました。ポリモスがホラー穴の外で笑っていました。なに、今に出てきます。出てこなかったら何にもいないんだ。とエミリアンは言いました。そしてしばらくすると、いました。出てきました。大きな真っ黒いものがいきなり飛び出してきて、金網にぶつかって跳ね返ってまたバタバタやっています。それを見るとエミリアンは中に飛び込んで、その上から鳥かごを追っかぶせて
まんまと捕まえてしまいました。それがよく見ると大きなコウモリでした。なんだ、ああ、コウモリか。二人は顔を見合わせました。エミリアンは言いました。明日の朝、エジプトの方へ出る船があります。それに乗って逃げ出すことにしましょう。町の人たちが引き止めはしないかしら。何しろポリモス商人様だからね。もう大丈夫ですよ。そして二人は夜のうちにすっかり支度をしました。夜が明けるとエミリアンは街中に触れて歩きました。ポリモス商人様がとうとう悪魔を生け捕りになさった。けれど悪魔は殺そうったって死なないものだから、それをアフリカの方へ捨てるために今朝の船でお出かけになさることになった。いずれまた戻っていらっしゃるだろうけれど、しばらくかかるから今のうちに拝んでおきなさい。その噂はたちまち町中に広がりました。大変な騒ぎになりました。町中の人たちが商人様のいおりの方へ押しかけてきました。洞穴の金網はすっかり取り払われていました。告げの青葉の灰も吐き捨てられていました。いおりの中はきれいに掃除してあって、商人様の旅の支度もできていました。そして黒いきれに包んだ鳥かごが人目を引きました。その中に悪魔が、実はコウモリが入っているのです。それらのことは皆エミリアンが夜のうちにしておいたのです。やがてポリモスは悪魔のかごを持ち、エミリアンは例のシマリスのかごとバイオリンとを持っていおりから立ち出ました。ポリモスの荷物を持った者が後に続き、その後から町の人たちが続いて船まで大変な行列でした。町の人たちは悪魔のかごを怖がって遠くから眺めてるものもあれば、商人様を慕って押し寄せてくるものもありました。そしていよいよポリモスが船に乗る時になると、みんな別れを惜しみました。エミリアンは船の甲板に立ってバイオリンで別れの曲を弾きました。おしまい。はい、第4話、悪魔を連れて逃げる話でした。いかがでしたでしょうか。面白かったですね。皆さんは悪魔の正体が何だか分かりましたか。私は捕まえるまで全く分かりませんでした。はい。今回はそしてエミリアンと同じく旅人であるポリモスが出てきましたね。
彼は村人たちに商人と祭り上げられて自由を失って困っていました。でも、同じ旅人同士で助け合ってなんとか解決しました。なんかいいですよね、こういうの。旅の途中だからこそ、その土地に住む人たちとはね、また違った一期一会がありますよね。自分もたまに山の中とか行って、で基本道中はほとんど人と出会わないんですけど、山頂とかで人がいたりすると、人がいたってで、なんかいろんなところから来た話が聞けたりします。はい。はい、エミリアンもなんか通じ合うものがあったんでしょうか。はい。それでは、残り2話となりました。今回は最後は船に乗りましたね。はい。どこへ向かうのでしょうか。それでは次回もお楽しみに。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。